タイムトラベル、人類最大の夢、時間を超える方法はあるのか。人は昔から時間を超えることに憧れてきました。もし過去に戻って人生をやり直せたら、もし未来の世界を先に見られたら、そんな夢を科学が本気で考え始めています。タイムマシンと聞くと SF 映画の話のように感じるかもしれません。でも実は時間を伸ばしたり縮めたりできることはすでに科学で確認されているんです。この動画ではアインシュタインの相対性理論から量子力学、ワームホール、そして最新の NASA 研究まで、タイムトラベルは本当に可能なのかを最新の科学と実験をもとに分かりやすく解説していきます。時間は私たちの毎日を刻むただの流れではありません。宇宙そのものの形を決める見えない構造なんです。あなたが感じる1秒は場所や速度によって別の1秒かもしれません。私たちは今も1秒ごとに未来へ進んでいます。この動画であなたも少しだけ未来を先取りしてみませんか。第1章、時間は伸び縮みする相対性理論が示す未来への旅。私たちは時間が誰にとっても同じ速さで流れていると思っています。でもアインシュタインは言いました。時間は人によって違うと。彼の相対性理論によると、早く動く人ほど時間がゆっくり進む。まるでスピードで時間を伸ばすように時間そのものが変化するのです。1971年、科学者たちは原子時計を飛行機に積み、地球を一周させる実験を行いました。結果は驚くべきものでした。飛行機の時計は地上よりほんのわずかに遅れていたのです。その差は数十ナノ秒。でも、それは確かに未来へ行った証拠でした。この時間のズレは私たちの暮らしにも欠かせません。GPS 衛星は地上より高い場所を高速で回っているため、時間の進み方が異なります。その差を常に補正しているからこそ、あなたのスマホの地図は正確に動いているのです。相対性理論が教えてくれたのは、時間は絶対ではないということ。宇宙の中では、時間も空間も柔らかく歪み、伸び縮みしている。だから、私たちは今も少しずつ、確かに未来へ進み続けているのです。第2章、時空のトンネル、ワームホールと過去への扉。もし宇宙のどこかに時空をつなぐトンネルがあるとしたら、それがワームホールと呼ばれる現象です。理論上、ワームホールは宇宙の離れた場所をひとまたぎで結ぶことができます。空間だけでなく、時間をも超える道となるかもしれません。この考えを最初に示したのは、アインシュタインとローゼンでした。彼らは、重力が極端に強い場所では、空間がつながって橋のような構造ができると考えたのです。後に物理学者キップソーンがこのワームホールを時間のトンネルとして数式で示しました。ただし、このトンネルを通るには負のエネルギーという未知の物質が必要だとされています。このエネルギーがあれば、ワームホールは崩壊せずに安定し、人や情報が通り抜けられるかもしれません。でも、そんな物質はまだ誰も見つけていません。言い換えれば、ワームホールは理論上は可能。でも実験では未確認なのです。それでも、最新の量子実験では、小さな仮想ワームホールの挙動がシミュレーションされています。もしかすると、時間を超える技術の入り口は、すでに目の前にあるのかもしれません。第3章、ホーキング博士の警告、年代順序保護仮説。もし本当に過去へ行けるなら、歴史は簡単に書き換えられてしまうでしょう。でも、ホーキング博士は言いました。宇宙はそんな矛盾を許さないと。彼が提唱したのが、年代順序保護仮説です。自然の法則が時間の秩序を守っているという考えです。ホーキングによると、もし誰かが過去に行こうとすると、宇宙はその行為を阻止するように働くと言います。
ワームホールを通って過去へ行こうとすれば、莫大な放射線が発生して、トンネル自体が崩壊してしまう。それが宇宙の自己防衛だと彼は考えました。この仮説が生まれた背景には、パラドックスへの恐れがありました。もし未来人が過去を変えれば、現在の自分が存在しなくなる。いわゆる、祖父殺しのパラドックスです。ホーキングは、それを防ぐために宇宙が、時間の一方向性を自ら保っていると示唆したのです。ホーキングは、ある実験を行いました。未来人を招待するパーティーを開き、招待状を後から出したのです。結果、誰も来なかった。彼は笑いながら言いました。未来人が来ていないことこそ、年代順序保護の証拠だと。第4章、ワープドライブは現実になるか、時空を操る理論。宇宙船が光の速さを超えて星々の間を駆け抜ける。そんな夢のような旅を、SF だけでなく、本気で数式にした科学者がいました。1994年、物理学者ミゲル・アルクビエレ。彼が提案したのが、ワープドライブ理論です。アルクビエレの式によれば、宇宙船そのものを動かすのではなく、船の周りの時空を動かすことで、高速を超える移動が可能になります。前方の空間を縮め、後方を広げる。言うなれば、時空の波に乗る後方。まさに、ワープ後方の名にふさわしい発想です。しかし問題は、その燃料。このワープを成立させるには、負のエネルギーと呼ばれる未知の物質が必要です。もしそれが実在すれば、理論上、時空を自在に変形できる。でも現代科学は、まだその存在を確認できていません。それでも研究は進んでいます。NASA や理論物理学者たちは、マイクロワープバブルを生み出す実験を行い、時空操作の兆しを確認しました。もしかすると、光より速い旅は、すでに計算上の夢から、現実の入り口へと近づいているのかもしれません。第5章、量子実験が示す、未来が過去を決める世界。私たちは、原因があって結果が生まれる。そう信じています。でも、量子の世界ではその常識が揺らいでいます。光の粒、つまり、光子は、未来で行う観測によって、過去の振る舞いを変えてしまうのです。これは、ウィーラーの遅延選択実験で示された驚くべき現象です。この実験では、光子が通る道を後から決めます。すると、まるで光子がその未来の決定を知っていたかのように、過去の軌跡を変えてしまうのです。つまり、観測する前の過去さえも、未来の行動によって書き換えられるかもしれないということ。さらに、量子消しゴム実験では、観測した情報を消すだけで、光子の結果が変わることが分かりました。原因と結果の順番が、もはや意味をなさない世界。そこでは、時間そのものが曖昧に揺らいでいるのです。この奇妙な現象をどう理解すればいいのか。もしかすると、時間は一本の線ではなく、過去と未来が重なり合う、網の目のような構造をしているのかもしれません。私たちは今、その時間の折り目に触れ始めているのです。第6章、レトロカウサリティ。未来が過去に影響を与えるという仮説。未来が過去を変える。そんな話を聞くと、多くの人は SF だと笑うでしょう。しかし、量子物理学の一部の研究者たちは、それを真剣に検証しています。彼らは、レトロカウサリティ、逆因果性、という、新しい視点で、時間の流れを捉え直しているのです。この仮説によると、未来の出来事が過去の状態に影響を及ぼすことがあり得るとされます。例えば、量子もつれの実験では、離れた粒子同士が瞬時に情報を共有します。もし未来の測定が過去の粒子に影響しているなら、それは未来が過去に触れているということになります。この現象を説明するために、時間は一方向ではなく、双方向に流れているという理論も提案されています。つまり、私たちが見ている原因と結果は
実は双方向の影響が重なった結果の一部に過ぎないのかもしれません。もしレトロカウサリティが本当に存在するなら、時間は線ではなく、ループのように循環しているのかもしれません。未来が過去を形作り、過去が未来を導く。その交差点にこそ、私たちが時間と呼ぶ不思議な現象があるのです。第7章、止まらない時計。時間結晶が教える新しい時間観。2021年、Google の量子チームが発表した時間結晶。それは、エネルギーを与えなくても永遠に動き続ける物質でした。通常の結晶は空間の中で秩序を保っていますが、時間結晶は時間の中に秩序を持つ物質なのです。つまり、止まらない時計と言ってもいいでしょう。この発想を最初に提案したのは物理学者フランク・ウィルチェク。彼はエネルギーを失っても変化し続ける物質が存在すると予言しました。それが量子コンピュータの実験で実際に確認されたのです。粒子たちは周期的に変化しながらも全体としてエネルギーを消費しないという不思議な性質を持っていました。時間結晶の登場は時間とは何かという根本的な問いに新しい視点を与えました。時間は一方向に流れるものではなく、物質の中に繰り返しのリズムとして存在する宇宙そのものが巨大な時間結晶なのかもしれません。この発見はタイムマシンではありません。けれども時間を構造として扱うという全く新しい科学の扉を開いたのです。もしかすると私たちは時間の流れの中ではなくリズムの中で生きているのかもしれません。第8章、多世界解釈でパラドックスは解決できる。もしタイムトラベルで過去に戻り、自分の祖父を殺してしまったら、自分はどうなるのか。これは有名な祖父殺しのパラドックス。しかし、この矛盾を見事に解消する理論があります。それが、量子力学の多世界解釈です。多世界解釈では、宇宙は一つではありません。私たちが選択をするたびに、世界は分岐していく。過去を変える行動をとっても、元の世界はそのまま存在し、新しい世界線が誕生するという考え方です。つまり、祖父を殺したとしても、消えるのは別の世界の自分ではなく、新しい現実が分かれていくだけ。過去を変えるのではなく、もう一つの未来を作るという発想です。この理論を唱えたのはヒュー・エベレット。彼の考えは、かつて荒唐無稽とされましたが、今では量子計算や宇宙論にも応用されています。私たちは無数の選択と分岐の上に生きている。タイムトラベルとは、その別の世界線を訪ねる行為なのかもしれません。第9章、時間の矢とエントロピー。なぜ時間は一方向にしか流れないのか。卵は割れるけれど、自然には元に戻りません。この当たり前の現象こそ、時間が一方向にしか進まない理由を示しています。それを説明する鍵が、エントロピー。つまり、物事の乱雑さを表す物理量なのです。時間が進むとは、エントロピーが増えるということ。宇宙は誕生の瞬間、極めて整った秩序の状態から始まり、そこから少しずつ混沌へと向かっています。過去は秩序、未来は乱雑。その方向性こそが時間の矢なのです。この原理は私たちの身近な現象にも現れます。熱いコーヒーが冷めていくのは自然ですが、冷めたコーヒーが勝手に熱くなることはありません。それはエネルギーの流れが一方通行だからです。時間もまたその法則に従って進んでいるのです。つまり、時間の矢とは宇宙そのものが秩序から混沌へと進む方向を示す印。私たちが過去に戻れないのは、この宇宙の根本的な性質によるものなのです。時間は止まらず、常に未来へ。それこそが宇宙の呼吸のリズムなのかもしれません。第10章、最新研究と宇宙機関の見解。夢はまだ終わっていない。2020年代、科学者たちは再び
タイムトラベルという難題に挑み始めました。それはもはや SF ではなく、数学と量子物理の実験によって語られる時代。時間の矛盾を解消するための方程式が実際にいくつもの大学で導き出されているのです。クイーンズランド大学の研究では、タイムパラドックスを起こさない時間移動を可能にする量子モデルが発表されました。また、Google や MIT では、量子コンピュータを使ってミニワームホールの再現実験が報告されています。さらに NASA や ESA も、時空の歪みや重力波の観測を通じて時間の構造を探る研究を進めています。彼らはこう語ります。未来へ行くことはすでに日常の中で起きていると。私たちは毎秒、確かに未来へ向かって進んでいるのです。過去への旅はまだ遠い夢かもしれません。しかし、未来への扉はすでに開かれている。高速に近づく実験、量子の揺らぎ、そして宇宙の呼吸。それらすべてが時間の本質に迫る手がかりです。タイムトラベルの物語はまだ終わっていません。エンディング。時間を超える方法はすでに始まっている。時間とは私たちの一瞬一瞬を刻む流れのように感じられます。けれども実際は宇宙そのものが奏でるリズムなのです。相対性理論、量子力学、そして最新の宇宙研究。それらすべてが時間は形を変えられることを示し始めています。私たちはもうすでに小さなタイムトラベラー。飛行機の中で、衛星の上で、ほんのわずかに未来へ進んでいる。時間を超える力は特別な機械ではなく、自然そのものの中に存在しているのです。そして、時間を探る旅は終わりではなく、始まりです。宇宙の仕組みを理解しようとするその行為こそ、過去と未来をつなぐ行為なのかもしれません。科学が進むほど、私たちは時間の本質に近づいていくのです。過去を変えることはできなくても、未来は変えられる。それが、この宇宙の最も美しい法則です。あなたがこの瞬間に選ぶ行動が、次の未来を形作っています。さあ、一緒に進みましょう。時間という名の旅のその先へ。もしこの動画が面白いと感じたら、ぜひ高評価ボタンを押してください。あなたのコメントが次のテーマを作るヒントになります。そして、まだの方はチャンネル登録をお忘れなく。これからも、サイエンスの扉で未来への旅を一緒に続けましょう。